昔、j コムっていうケーブルテレビの会社の株を、本来、1万円ぐらいするやつが100円で売りに出たんですよ。異常に安いっていうのは、危ない危険だではなく、これはチャンスだと。あれで10億円ぐらい受けたんだっけ？現在受験生の中学3年生です。中学生になってから先生が嫌で不登校になりました。不登校になってから暇だったので、面白そうという理由で証券取引を始めました。結果としては赤字だったのですが、金融業界興味があります。ですが、小学生からの将来の夢が働かずに生きるので、中学卒業したら適当な通信制高校に入ってバイト代全額を投資信託に当てようと思っています。この将来設計で問題ないでしょうか？助言いただきたいです。問題ですね。まず、バイト代全額を投資信託に入れようと思ってる時代でセンスがないです。株で儲けてる人というのは投資信託を買って儲けてるわけではありません。で、まず投資信託とは何かというのを理解するところから始めてください。投資信託というのはファンドマネージャーという人にお金を預けます。例えばじゃあ僕が100万円分の投資信託を買おうって時にファンドマネージャーという人に100万円を預けて、そのファンドマネージャーが適当にいろいろ株を買って、で、損しようが儲けようが 1.75% はファンドマネージャーが持ってくみたいなもんなんですよ。で、株で儲けてる人っていうのは、要は投資信託が、例えば成績のいい投資信託が買うような株を自分で買った方が儲かるんですよ。例えばじゃあ投資信託に投資して1万倍になりましたとかっていう人ってほぼいないんですよ。でも、じゃあ、投資信託でもともと100万円ぐらいから始めましたっていうので、20億円、30億円になりましたみたいな人っていうのは、ちょこちょこ日本いるんですよね。で、あの人たちが投資信託で儲けたんじゃなくて、自分で株を選んで自分で買ったんですよ。なので、株で儲けたいのであれば、株の勉強をしてください。投資信託を買うのではなく、世の中にどういう会社があって、どういう株があって、で、それを買ったらどうなるかっていうのを、買わないでシミュレーションしてください。例えばじゃあ、YouTube をやってる Google っていう会社がありますと。で、Google っていう会社は儲かりそうだなと思ったら、それに全額をかけたっていう計算をしてノートに書いてください。じゃあ、バイト代で20万だったら、じゃあ20万円分を Google を買いました。で、半年後にそれがどうなってるか見てください。で、その時にどれぐらい増えてるかっていうので、その時にどれぐらい増えてるかなんですけど、半年前に Google 以外の会社の株がいくらだったのかも記録しておいてください。調べればわかるんですけど、そうすると、Google じゃなくて、アップル買った方が得してたよねとか、トヨタ買ってた方が得してたよねとか、実は日本のソシャゲの会社買った方が得してたよねとか、Google が YouTube が自分が見てるからきっとうまくいくと思って買ったんだけど、実際には自分が全然興味がなかった建築業界が儲かってましたとか、貿易業界が儲かってましたとか、自分の視野が狭さに気づくんですよ。なので、自分が好きだから自分が見たことあるから買うとかではなく、何が儲かるのか。で、じゃあ逆に他の人が気づいてない儲かるものは何なのか。で、じゃあ、今の Google の株価は適正なのか。要は安く買って高く売るっていうのが基本なんですけど、みんな Google 知ってるから、じゃあとりあえず Google 買っちゃえっていうので、Google の株価っていうのは高い値段になってる可能性があるんですよ。で、適正価格とは何ぞやっていうのを人は知らないんですよ。100万円で売ってるものが80万円で売ってたら、20万円安いじゃんって思う人もいるんですけど、それは20万円安くなったんですけど、その会社は半年後に倒産すると分かって、みんなが売ってる会社だとすると、80万円で買うのも損なんですよ。で、逆に言うと、1万円で売ってたものが、突然100円で売られた時に、これやべえやって言って、逃げる人と、全額ぶっ込む人がいるんですよ。昔、j コムっていう、ケーブルテレビの会社の株を、あれどこだったかな、野村証券じゃなくて、みずほ銀行か。みずほ証券の社員が、1万円で1万株みたいな、あれ違うな、100株1万円みたいなやつを、1万株100円みたいな、数字間違えて入れちゃったんですよね。で、本来、1万円ぐらいするやつが100円で売りに出たんですよ。で、それを見てる人は世の中大勢いたんですよ。でも、あれこれ安いけどなんだろうっていうふうに思って、みんなすぐ買わなかったんですよ。でもその J コム株を見た BNF さんっていう人は、
見た瞬間に、多分ほぼ全額突っ込んだんですよ、持ってる。要は、本来であれば、この適正価格はこの価格であるにもかかわらず、異常に安いっていうのは、危ない危険だではなく、これはチャンスだと。適正価格より安いから、これは全額突っ込んだ方が得だよねっていうので、全額突っ込むっていうのやって、あれで10億円ぐらい受けたんだっけ ?61 万株を1円にしちゃったのか。っていうのがあるので、なのでその会社の株の適正価格という算定というのが自分の中でできるっていうセンスも必要なんですよ。っていうのが、いろんな勉強をした結果、株で儲けるっていうのになるので、なので、投資信託を買ったら儲かるよねって思ってるぐらいだったら、株はやらない方がいいと思います。なぜ慶応義塾が甲子園や優勝したのか。僕は慶応義塾大学薬学部出身の無職ですが、今年の全国高校野球甲子園で慶応義塾高校が107年ぶり2回目の優勝を果たしました。なぜ慶応義塾が優勝したのか分析してみると、チームに清原選手の息子がいたように、長年にわたって勉強やスポーツが優秀な親から生まれた子供を様々に優秀スタイルで集めていた結果、遺伝子から優秀な人が集まって少ない努力で上がっている集団だけましたが、ひろきさんは努力や根性論はどう思いますか？いや、結局、なんだろうね。勉強ができるもそうなんですけど、努力ができるも遺伝子によるよねっていうことになって、結果として、優秀な遺伝子が集まる、それなりのいい高校、それなりのいい大学は、何やらせてもそれなりにいい結果になるよねってなって、大学で行くと、6大学の野球とか、あとラグビーとかも、割とやっぱ、偏差値高い大学が強いんですよね。っていうのがあるので、なので、結果として優秀な人というのは何をやってもそれなりに優秀っていう。遺伝子的にその筋力が異常に強いですっていう人で、何やってもスポーツそれなりにできますっていうタイプの人も、結果が個人スポーツだと結果が出る場合があるんですけど、そのチームスポーツの場合って、ピッチャーを置いといて、一人がめちゃくちゃ優秀だとしても、なかなか勝てないんですよ。ダルビッシュさんみたいな人が一人いれば、なんとかなるかもしれないですけど、でもなかなかピッチャー以外が一人が、例えばじゃあ、ファーストがめちゃめちゃうまいって言っても、やっぱ勝てないんですよ。ファーストだけが異常に守備がうまいって言ってて、で、そいつは毎回打席でホームラン打つって言っても、やっぱ4点ぐらいしか取れないんですよ。他のやつがヒット打たないと。で、ファーストがいくらうまかったとしても、やっぱり、ピッチャーがしょぼいと、抑えられないじゃないですか。っていうのがあるので、なので結果として努力ができるっていう能力がある人たちっていうのを9人集めた方が強いよねと。で、努力ができるっていう能力って、頭がいいという能力とやっぱ比例するんですよ。正確に言うと、小学校、中学校の頭がいいで、言われたことをきちんとやるという能力ね。数学者みたいな、一般の凡人だと理解できないような頭の良さではなく、言われた通りに書いてあるものを読み、言われた通りにやるっていう、良い子、真面目な子って言われる能力が高い子の方が、チームスポーツは割と結果が出るっていうのがあったりするので、大谷翔平さんを置いておいてください。はい。なので、結局そうすると、高学、要は偏差値の高い学校の方が、それなりに真面目な子が集まって、言われた通りのことをするので、結果として能力が高くなるよねっていうことになってしまうっていう。大谷翔平さん一人だとなんとかなっちゃうんですけど、ピッチャーもできるし、ホームランも打つしだから、ピッチャーやって0点で抑えて、一人でホームラン毎回打って4点取って、ほら勝ったっていうのができるので、大谷翔平は例外です。あの人漫画なんで。